あ、つら。お疲れ、まじまちゃん。留置場の西谷に会いに行っとったんや。へえ、わざわざ留置所にまで足を運ぶなんて仕事熱心じゃない。待って、佐川お前やった？うわっ、やばいやばいやばい。蒼天堀はお前の庭じゃねえんだよ。檻なんだよ、檻。なあなあ。でよ、そんなに急いでどこ行くつもりだったんだ？もちろんあんたに報告しに来とくや。としか言えないよな。だよな。よかった。怖っ。こんな場所でお前殺したらかわいそうじゃん、掃除のおばちゃんがよ。じゃあ東上界の勢力が3つも牧村誠を狙ってるってことか。この情報全部留置場で西谷に吐かせたのか。せや。西谷相手に上出来だな。奴からここまで聞き出すには相当えぐい拷問でもしたんだろ。え？どんなことしたんだ？もうこっちが拷問受けてんだよ今。で、東上界からモテモテの誠ちゃんは今どこにいるんだ？いや、西谷も最初なんだこいつって思って、いやもう西谷ってなるから、ワンチャン佐川もそのコースあるかなとか思うんだけど、佐川と会話するたびに希望が打ち捨てられる。来た。え、何？キモー！ちょっとごめん、キモいとか言ってごめん。ちょっとキッズー！ねえ、やだもん。頭重いっしょ。重いボールってよく飛ぶんだよ。信用しろ。俺はお前の敵じゃない。知っての通り、日教連以外にも牧村誠を狙っている組織がある。そのほとんどが俺の予想の範疇だったが、一つだけ思いもよらぬ展開になった。何？それが真島、お前の存在だ。あの女に惚れたってことか？まさかお前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか。まあね、そりゃそうだよね。な。そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心なのは分かった。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。試してるんだ、セラは。ずいぶん物騒なやり方やの。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。なんかセラさんってマジで立つべくして上に立った人なんだな。踊るか。ナイス。オッケー、隅に追い込んで、こっから下狙って、オッケー、ナイス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 。あ、オッケー、ハマった。いいね。なんだこれ。うわ、強っ。いやー、ごめん、間違えたー。ごめん、マジマちゃー。悔しい悔しい。ナイス、オッケー。誠は誰の手に渡ってんや。これめっちゃ気になる。渋沢とか言わないで。不動産会社の人間だ。不動産会社。本人も知らないところで牧村誠は土地の所有者になっていたのだ。ここで知らされるの？待って、その一坪で10億と言われる空の一坪のな。本当に彼女を思うなら蒼天堀にとどまり佐川を食い止めることが最良なんじゃないのか。確かにな。不動産屋が絶対に誠を守れる保証はあんのか。もうムービーで拳銃出てくるとめっちゃ怖い。なんや。もしも俺を信用できないんならその銃で俺を撃ち殺せ。俺はお前を信用して話した。あとはお前が俺を信用するかどうかだ。もうそこの問題ってことだよね。まあ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 。誠にかすり傷一つ負わせたら承知せえへんぞ。命がけで守る。お前は蒼天堀にとどまり佐川を。何？
ナイス連携プレーだぜ真面目ちゃん。俺に打たせるためにこいつを丸腰にしてくれたんだろ。もうこいつか。牧村誠を託された不動産屋って。ほら喜べよ。知りたかったんだろ。いやもう佐川すごいわ。お前こんなに人の心を揺さぶれんのも。不動産桐生一馬。こうなりゃ檻から出るっきゃねえな真島ちゃん。行きたいだろカムロ町。地獄の果てまでもあの女追いかけて殺すぞ。俺とお前でな。これって多分佐川ラスボスなのでは。あんた立花とは長いのか。僕は小田さんともう2人くらいでケチなグレン隊やっとった。グレン隊。そこに2年前一匹狼やった立花さんが現れたんや。一匹狼だっきったんだ。かけは肩がぶつかったとかしょうもないいざこざやったと思う。せやけどたった一人の立花さんに僕らまるでかなわんかった。へえ。立花さんは生い立ちからして普通とちゃうしね。立花さんは中国残留孤児の2世やで。立花さんのお母さんは日本人やった。苦労してそう戦な顔してるよ争のことな。で中国人はみんな日本を恨んどる。日本人言うだけでいつ殺されてもおかしない雰囲気やった。けどその土地のマフィアだけは立花さんを理不尽な目に遭わさんかった。あー、なるほど。連中もほとんどが金なかったり家柄悪かったりの鼻つまみやからな。で立花さんも自然とガキン頃からマフィアに馴染んでったそうや。僕らとじゃ年季がちゃう。小田さんなんて年は自分の方が上やのに立花さんのことは兄貴や呼んどった。小田よう、店はほったらかしあか。客が困ってたぞ。こちらが牧村さんだ。立花不動産の桐生です。牧村です。お世話になります。私は祖父が死んだことも今まで知らなかったんです。祖父の聞いたこともない土地のせいでこんなことに巻き込まれて。不思議な運命だよお察しします。この間私を守ってくれた人も殺されました。な。リさんね。一お人も金なんてどうでもいいです。早くその土地を手放させてお願い。立花さんによろしくな桐生。ええ、早く来い。やばい。今の声。コウモリの入れ墨の立花と一緒にいたってことはこれワンチャン振り出しに戻った説ある。あれ、なんか嫌われちゃいましたかね。うわ、やばそう。待って、目がもうやばい。裏切る。小田は小田で立花守るために。しかもこのアングルはあららららら。右車線、後ろの車。やばい、来ちゃったかこれ。うわー、渋さ。運転手さんが。うわ、笑ってるし勝ちを確信したやん。桐生、これすぐ。やばい、この展開はトラウマが。おい、これどうすりゃいいんだよ。ちょっとやばい、待って。ボタンちゃん助けてくれ。今日はこっから3時間楽しみましょう。ちなみに極みの時ではこれクリアできなくて2日に持ち越しました。ナイス。オッケー、へっしょでない。オッケー、ナイス。うわー、微妙そう。ナイス。一回避ける。くせー。オッケーで一回避ける。
危な。いけー。うわー、かっけー。いや、見えにくこれ、見えにきー。オッケー、落として。オッケー、一人死んだ。あとこいつ。いや、打ちすぎ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 。頼む、落ちてくれ。よっしゃー。やっぱりヘリはダメなんだよな、撃ち落とされちゃうから。うまかったほんと。あ、タクシーの運転手さん不幸だったなマジで。渋沢はどっから俺らのこと気づいてたんだ。確かに。落ち着け織田。彼女が不安がる。うぜえ、それがなんだ。おう、私は大丈夫です。こっちは大丈夫じゃねえんだよ。やばい、本性を表したね。何やってんだお前。なんかこれ個人的になんかあるだろ誠に。私は多分あの人を知っています。ほら、やっぱ気づいてたんだ。やだ俺はこの女を立花社長に合わせるわけにはいかねえんだ。ー。なんでなんだと。コウモリの証言するから。お前らには死んでもらうしかねうわ、かっけえ。誠、お前もう守られる女じゃないんだ。あれ多分セラが渡したんだよね。セラさんからほら、万一のご信用にって。その人の左腕入れ墨が入ってませんか？チームがコウモリの入れ墨入れてたんかな。コウモリだ。私は2年前その人に監禁されて売られたんです。え。この入れ墨は俺が頭張ってたグレン隊のメンバーの証だ。やっぱそうなんだ。大陸のマフィアに借金して日本に密航してきたのは5年前でね。盗みもやったし叩きもやった。女騙して売り飛ばしたのも一度や二度じゃない。その女もたまたまそのうちの一人だっただけだ。やることやってんなマジで。俺が立花さんと出会ったのはそれからほんの少し後のことだった。海藻だ。あの人は初めて俺を力でねじ伏せた男だ。底辺を這うしかなかった俺に夢を見させてくれたんだ。俺はあの人に兄貴になってくれって頼んだよ。俺らの入れ墨も入れてもらった。そういうことか。プライドもクソもねえ。あの人をみこしに担ぐことが俺の役割だと知っただけだ。なのに立花さんが片腕をなくしたのは俺をかばってのことだった。だから恩があるんだ。敵対グループに不意打ちされてね。その時俺は立花さんだけはこの先も絶対に裏切らねえと誓った。だが筋だよね。あのことを知っちまったんだ。何？日本に肉親が見つかったって残留孤児が来日してる場面だった。え、待って、誠じゃん。その子の姿見てすぐに思い出した。韓国系の組織に売り飛ばした女だってな。なるほど。それだけなら笑って済ませるとこだ。笑えないけどな。母さん、シャオちゃん。なるほど。信じられなかったよ。俺が何の気なしに地獄に突き落とした女は俺が心底尽くそうと思った兄貴の生き別れの妹だったんだ。いや、思ったの顔似てるなって。うーわ、なんかもうそれがバレるのが嫌なんだ。本当なんですか？嫌われるのが嫌なんだよその立花に。この後に及んで嘘はつかねえさ。なんか地獄みてえなことになってきた。取り返しがつかなかった。いくら過去のことでも立花さんは俺のしたことを許しはしねえだろう。なら俺がやれることは2つに1つ。
破滅を覚悟で社長にあんたを会わせるか、あんたの存在をなかったことにするか。でも小田、それはお前が大阪についてきた本当の理由か。渋沢組か近江連合に殺されたといや、俺が疑われることはね。けどそれももう終わりだ。おい、こっちだ。ここから上に上がれるぞ。やばい、渋沢組来た。小田さん、立てますか？は早く逃げないと。どこまでおめでたいんだよ。救おうとしてるの。桐生、銃くれねえか。俺が奴らを押し止めする。どうせ知るなら立花さんの役に立って死にて。虫はいい話だけどさ、あの人に俺がそう言ってたって伝えてくれねえか。人間。本当に立花さんが好きだったって。そんなこと言われたら嫌いになれないじゃん。伝えとく。だが無茶はすんな。そうすりゃ命までは取られねえはずだ。バカ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 、もうウォーキングデッドで何回見てきたけど、もうバカバカバカ。ありがとうよ、桐生。もう小田は確かに悪いことしたけど、でも返してきたじゃん。龍が如くすごい。だって人生じゃん、こんなの。やばいやばい。待って、こんな終わり方あんの？ねえ、もう本当にさ、やばい、マジでやばい、マジでやばい。ダメダメダメ、マジでやばい、ここもマジでやばい。だって自分の弱さが、己の弱さが悔しい。何やばい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 。危ないだろ、危ないだろ。やばいやばい、切られる切られる。オッケー、ナイス。ただで倒れると思うなよ、マジで。女どこだ？わかりませんよ。も言わないんだ。立花を裏切って俺についたんじゃなかったのか？うあんたらが世良に先越されたからでしょ。もっと早く女捕まえてくれてりゃ俺は大阪に来るまでもなかった。渋沢と手組んでた。鬼人会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったのはお前もだ。めっちゃ虚無。何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。10年前、私は10歳で兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。だからあんたは蒼天堀にいたのか。2年前、東京から家出して、蒼天堀で私、中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。そういうことか。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。あんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。でも根本は変わってないと思うよ。私の知っている兄は強い人じゃなかった。あ、そうなんだ。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。へえ。上映中ずっと。私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るために
マフィアになるしかなかったんだと思う。なるほどね。そして中国を出たの。だからなんか友達がみたいな言ってたんだよ、立花。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。そっか。だから私は中国語を忘れるくらい日本語を勉強して祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。かける言葉がない。最近まで私のこと助けてくれた人たちも一人は殺されて一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか救ってやってくれ誰か。ああ、ひどいな。ここでひどいなって言える桐生いいわ。長いこと暗い道を歩いているとこの先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか一歩でも前に進むかの二つだけだ。めっちゃいいこと言うやん。あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。お前が太陽だよ桐生一馬。私カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから私を連れてってください、桐生さん。ああ、もう言葉がない実況とかじゃない、心で感じてくれおのおの。あれってそうでしょ、誠を消そうと思って渋沢と組んでたんでしょ。あれって立花裏切ってまで消そうとしてたんだけど、やっぱ最後の最後で誠ちゃんが一緒に行きましょうって言って、わかんないけどどっかで気持ちの整理ついて、なんかね、やったことは確かに率直に言うとゴミなんだけど